原子あんまやってないんで、解像度低いから、ちゃんとうまく描けるかわかんないけど、パッと見で似てないって思っちゃったの。そもそもが。かけてはいるんだけど、2、3ピクセルくらいずれるともう全然別キャラになっちゃうのね。全部合わせろって話じゃないけど、目の形とかくらいは合わせないと、こう。顔こんぐらいにしてないとダメです。元キャラ見てるとここまで口広げなかったりしてるから、こういうのとか細かいけど気をつけないと似なくなるよ。パッと見でこれ今日初めて見たキャラなんだけど、それでもなんかこういうとここうした方がいいんじゃないかなっていうのが出てきてるから、ここもボリュームもうちょい欲しいよ。こういう解像度が低いとやっぱりなかなか見てもらえないっすね。髪もさ、こっちが多くてボリュームが。こんな感じじゃん。でちょっと外羽あって、こうでしょ。首をもう少し細い方がいいよね。これだ。ここもキュッとなってて、ちょっと天女みたいな、こういうやつあるでしょ。こんな感じになってるの。もうちょい詰まった方がいい。これぐらいなんか別人みたいじゃん。今、そんなにめちゃくちゃ変えてないよね。重箱の隅つつくようだけど、例えばなんだけど、ここでかすぎるし、頭の形もちょっと違うじゃんね。もう目がやっぱ一番違うし、こんな笑い方多分しない子じゃない。似せたいんだったら、ちゃんとしっかり見て、描かないと似なくなる。でもファンアートってそんな似せる必要あるのっていう人いるかもしれないけど、いや、似せる必要あるだろう。二次創作ってやっぱり似てないとお呼びでないんで、基本的には。よっぽどネームバリある人が癖つけて描くんだったら別なんだけど、そんなないじゃないですか、普通の人って。例えば、すごい老舗の蕎麦屋とかが、いや、カツ丼も美味しいですよ、ここはっていう感じのはやってもいいんだけど、店出し始めのところの蕎麦屋が、うちカツ丼しかやってないんですよって言ったら、は、蕎麦はってなるでしょ。そういうことだと思うんだけど。結構蕎麦屋に丼物はあったりするんですよ。なんか、だし汁とかがあるから、それ使って、そのままカツ丼作れるっていう話で、蕎麦屋とかうどん屋にカツ丼が出るのはあるんだけど、そういうところの上辺だけ見て、いきなり、これが俺の蕎麦屋だぜって言って、カツ丼出すと、やっぱり、わーってなるんだよ。だからまずは、蕎麦やったら蕎麦を出さないと。俺の方が全然塗り込み少ないのに、多分、あ、これ原神のキャラだって、多分分かってもらえると思うんだよ。これ多分なんか水の中にいると思うんだけど、この泡とかも、ちょっと言い方悪いんだけど、ちょっと雑すぎるから、こんな感じで、泡だよって分かるようにしないと、ね。こんな感じでちゃんとやるとかさ。あと、後ろの葉っぱとかもこれ、描くんだったらちゃんと描いた方がいい。手抜いてるから、これだけだったら魚だけ描いた方がいいかもね。こういう感じで適当に、なんかブラシでやった方が全然いい気がする。配置センスも結構重要だったです。こんなんでも全然手も描いてあげるか。はい。よく見ると元絵もそこまで悪くない気はします。その話はしてないよね。俺も元絵が悪いなんて話はしてない。絵が下手とかその話はしてないでしょ。よく見ると全然問題ない絵って、逆に言うとよく見ないといいところ見つけれないってことでしょ。それってパッパッパッパーって見られる SNS 上では弱いってことだからね。よく見てもらうには目に留まるような絵描かなきゃいけないんです。よくなんか見てもらえないですよ。はっきり言うけど。よく見たらみんないい絵描いてます。間違いないですよ、それは。ただ、まず見てもらわなきゃいけないんだったら、あ、これ、あのゲームのキャラだっていうのが分かりやすくしないとダメだから。で、その上で、知名度とか上がってきたら、右みたいな絵描いてもいいよ、全然。この人の原神のこのキャラがいいんだよ、みたいな。ただそれができるまでは、まずちゃんと、あ、このキャラだって分かるやつ、作った後でしょ。逆になってるから。最初から俺を見てくれは無理でしょ。よっぽど上手かったら別だよ。そんなめちゃくちゃな画力ではないじゃん。もうそれは俺も一言言えないんだけど。
版権キャラごとにちゃんと絵柄変えられる人ってかなり少ない気がします。だから逆に言うと、その少ないとこつけば勝手に目立てるってことじゃん。ちゃんと関係キャラごとに半径キャラに寄せてない人が多いんだったら寄せれたらもう勝ちじゃん、そんなもん。まあ、あと、もうちょい腰ぐらいまで描いた方がいいかも。顔ばっかだと飽きちゃうから。